今日は先生に今まで見てくださった方からいろんな質問が寄せられていますので、先生にダイレクトにぶつけたいという、そういう回でございます。はい、よろしくお願いいたします。はい。まずボリューム1の冬の朝ごはん、動画に出てくるクヌギの炭ですが、どこで買われているのか教えていただけると嬉しいです。クヌギの炭は、いろんなところで、それこそインターネットでお買いになれると思います。検索すればね。で、私はお茶道具屋さんとかで買うこともありますけれども、今後は炭を作っている方から直で買いたいなと思ってます。そういうお知り合いがいるんでしょうか。そうですね、探しました。あ、探したんですか。へえ。探したというか、探してもらったというか。炭職人。そうですね。クヌギの炭も作ってる。でクヌギを作ってれば買いたいなと思ったので、ちょっと聞いてもらったら作ってるみたいなので、今度はそっちからダイレクトに買いたいと思います。リンゴもね、動画の中に出てきますけども、リンゴの木の生えてるところまで行って、このリンゴのこの木のリンゴをくださいというふうに注文なさってるって聞きましたが、どうして作り手に会いに行って作り手が知りたいそうですね、やっぱり作ってる方にお会いすると商品、そのものに対する愛情も違いますし、安心できます。やっぱりそのものはそれを作ってる人そのものというふうに私は思うので、やっぱり作り手に会うことは大事ですね。わかりました。で、同じものでも、同じような商品でも作り手この人から買いたくないとか、この方から買いたいとかあります。はい。それは日本の話ではなくて外国であった話ですけれども、はい。だから作り手に会うということはすごく大事なことですね。わかりました。あとですね、炭の煙はどうやって取り除くのですか。いや、煙出ませんけど。出ませんよね。炭の煙ですか。だから炭の煙って書いてありますね。ですから煙が出ないような炭を選ぶことが大事ですよね。なるほど。はい、それはいろいろ使ってみて、自分で体験して選ぶといいと思います。人が何を勧めたかっていうことよりは、自分で使ってみて自分で選ぶことが大事ですね。で、冬の朝ごはんのテーマの中の質問なんですけども、ちょっと全然関係ないんですけども、その佇まい、語り口、お洋服のセンス、全てが憧れです。改めてお洋服のことを聞いてみたいです美容も含めてってあるんですけど、美容はね、何もやってないんですよね、これがだから何にもお答えできませんお洋服も洋服はね、必要な時にこれかなと思うものがあれば買うし、もうなければずっと古いものをそのまま着てます。はい、あんまりいいお答えはなくて申し訳ないけど、あとどういうわけかこのビデオを見てめったに経験したことのない平和と人生の晩年に見つけたい喜びを思い出させました。ありがとうっていうメッセージが寄せられてるんですが、ありがとうございます他のメッセージの中にも見てると平和を感じるっていう言葉がいっぱい出てきて、何個も。そうなんですか。だから平和っていうことがね、先生にとってどういうことでしょうね。いや、平和って自分ではあまり思っていませんけれども、何なんでしょうね。私も分かりません。皆さんと同じこの世に生きてますし、この世に本当に平和じゃないことがたくさん、そっちの方が多いぐらいですよね。身近にも、他の外国のことでもだから一時でも静かになんて言うんです
ですかね、静かに自分の内を見て暮らす時間が少しはあってもいいかなと思います。多分それが平和に見えるのかもしれませんけれども、でも、だから内を見たり外を見たり、外ばっかり見ないでそうですね、内側を見るっていう時間ですよね。ではボリューム2のかす汁に、寒い日のかす汁に行きたいと思いますが、この作品を見ていると、これは外国の方からですが、本当に呼吸が遅くなります。何度も見てしまいます。この著者は他の言語の本を持っていますか？他の言語っていうことは日本語以外ですね。ありますよ。アメリカで出版したものが、だから英語がありますし、あと台湾で出版したものもありますので、それは折々の本。そうですね。だから日本で出した本の外国版ということです。なるほど。呼吸が遅くなるっていうのもさっきのあれでしょうかね、その内側を見るみたいな。多分そうですね、焦りとか、そういうものがない感じなんでしょうかね。そうですね。あとですね、お鍋はどこのお店で買えますか？お鍋。かす汁もこれでしたっけ？かす汁はこれの大きい。これの大きい方をお願いします。かす汁を作っていたお鍋はどこのお店で買えますかっていう質問が来ています。かす汁の時に使ったお鍋はこちらなんですけれども、これは銅のお鍋なんですね。でこれは新潟の鎚起銅器、銅ですね、銅で作られているお鍋なんですけれども、その工房で作っていただいたお鍋です。でこれは特に売り物として作っているのではないので、同じものを買うことはできないと思いますけれど、工房に注文すればできると思います。銅のお鍋の良さって何ですか？そうですね、火の回りがとても、早いです。それと保温力とか、あと例えばこの中で炒めてからちょっと煮込んだりとかするのに、なんかステンレスと全くこの火の回り方が違う、気持ちがいいんですね。どういうふうに違うか科学的にはよくわからないですけれども、使い心地が全く違いますね。なので私は家ではだいたい銅鍋を使うことが多いです。炒め物もなんか確かされてましたよね。銅鍋で。でこちらが汁とかでこれはもうねちょっと平たいというか背が低くて径が大きくてすごくたくさん入るお鍋なんですね。ですから、お汁のものとか、何でも使えます。煮込みとかね。でこちらは煮込みが大体多いですね。深いですので。冬の朝ごはんの時にリンゴを煮ていたお鍋ですか？リンゴを煮ていたお鍋はこちらで、ジャムを作ったり本当にフルーツを煮たりするのにとってもいいんですけれども、あといわゆる鍋にも使えます。卓上でこの形はそこの工房のね手を洗う場所があったんですけれども、そこに金だらいみたいなものが置いてあったの。別に銅ではなくて、あれなんでできてたかわからないけれども、金だらいを見ててちらっと目に入ったんですよ。鍋の形、あれを鍋にしたら使いやすいだろうなと思って、でそこの工房の方にあの形で作ってくださいってお願いしたのがこれです。なるほど。すごくね平たくって径が大きくて本当に使いやすいですよ。こういうお鍋ってお手入れはどうなんですか？お手入れ特に難しいことはなく、汚れを普通にたわして洗うだけで、特に何か磨くとか、
もちろんお酢とかお塩を使って磨いたらきれいになるんでしょうけど、あんまり銅の生々しい色よりはなんかちょっとこうもう使うとすぐにこうなっちゃうんですね。一回使っただけでこうなりますので、それはそのままの方が私は好きなので、特にお手入れしてないです。でこの丸みっていうのはどういうあれなんでしょうね。丸みがあるお鍋が可愛いっていう声があるんですけども、丸み、丸いですよね、なんとなく。そう多分ね、どうなんだろう。どこも全部丸みがあるんですけれども、こういう鍋の使いやすさっていうのは底面があってこう側面がありますよね。でそこが90度ではない。で洋鍋っていうのは大抵ここが90度になってる。そうすると煮物とかすごくやりにくいんですね。スープ取ったりなんかするのはそれでいいんですけれども、煮物なんかする場合はやっぱりこう対流してほしいわけ。そうするとこの角が90度ではとてもそうやりにくいですので、ここが丸くなってる、これもそうですけど丸くなってることが、日本の鍋は特にそうなってます。使いやすいのはその辺に秘密があるかなと思います。じゃあちょっとくどいですけども、ここにあるお鍋は先生が工房でオーダーしてこういうお鍋が欲しいと言って作っていただいたものなので、皆さんも工房などでオーダーすれば持つことができるけど、そこら辺で売ってはいないということですね。別に私だから作っていただいたんじゃなくて、誰でもやってくださると思います。わかりました。はい。酒粕のレシピを他にも知りたいとか、使い方をいろいろ教えていただきたいっていう声がいくつか来てるんですけども、酒粕はどんな知るものだけじゃなく。そうですね、私は酒粕よく使いますけれど、酒粕粕漬けを自分で作ると本当に美味しいんですね。で粕漬けとか味噌と粕を合わせた味噌粕漬けとか、外で作ったものを買うとかなり甘みが強くって、それで例えばお魚とかお肉とかちょっと残念だなと思うことがあるので、自分の好きな甘さとかしょっぱさとか、粕のと味噌の割合とか自分で好きにできますので、自分で作ることが多いです。であと酒粕だけでお漬物を作ることもあります。お野菜ですね。そうですね、まだちょっと早いですけれども、グリーンのトマトとか、それから白ウリとかね、あとキュウリとか、そういったものを甘みを入れずに酒粕だけのうまみでつけるとすごく美味しくって、あとみょうがも美味しいんですよ。みょうがの粕漬けなんてあんまり食べたことないと思うけど、みょうがを塩漬けにしておいて、それの水分をよく切って粕の中に漬け込むだけなんですね。すごく美味しい。いずれにしてもちょっと塩をしてから水分と入れるっていうような感じでしょうね。でその時にその粕が美味しくないとね、美味しくはできませんので、もうこの粕は日本一美味しいともう自負している方が作っているので、いや本当に美味しいです。わかりました。で、酒粕の先生本も出してらっしゃいますね。そこにレシピはいろいろ使い方載ってると思います。皆さんも見てみてください。ブリの霜降りは不要なんですねって。不要ということではなくて、もうあれは本当にフレッシュなものだったので、お魚がフレッシュだったからということですね。で、塩をしてあんまり時間置いてないので、そのまま使いましたけれども、一般的に、塩をしてしばらく置いて霜降りした方がいいと思います。より良いと思いますので、ぜひ霜降りしてください。あと料理と違いますが、日焼け止め塗りますかっていう質問が来てる。日焼け止めを塗れと言われてますけど、つい忘れます。塗ってない。じゃあ、ボリューム3のラグーに行きたいと思います。ラグーもだからまずはお鍋、みんな丸いお鍋が可愛いのでっていうことですね。で、それとあとですね、
新聞か何かでこのラグーの先生の作り方を見て、それで、今回動画で見たのですごく興味深く見たと、はい、それでソースの決め手は中に入れるお肉とワインかなと作って思いました、はい、どうでしょうか。そうですね、確かにその通りです。お肉、私ラグーを作る時はちょっと粗挽きを使いますね。で大抵スーパーマーケットとかでお肉を見ると細かくひいてるんですね。でその細かい滑らかなミートソースラグーも美味しいですけれども、やっぱりお肉がちょっとゴロゴロっと肉感がするような感触があるようなのが私は美味しいかなと思うので、でもそこら辺も好みですから、一度引き粗挽きじゃなきゃいけないってことはありません。ただイタリアで食べたりするとやっぱりゴロゴロのお肉が美味しいですので、ぜひもしいかにもイタリアのラグーっていうのを食べたかったらちょっと粗い方がいいかなと思います。あとそのワインはやはり美味しいワインで煮るとやっぱり美味しいんですよね。これはしょうがないですね。はい、でこの方はね、ワインは良いものを入れる勇気はないので安くても重いものを入れてみようと思います。いや、そうですね、あんまり軽めのワインよりもボディがしっかりしてるワインだったらいいと思います。そこそこ美味しければ大丈夫だと思います。あとパスタは2ミリ以上のロングの太いパスタがいいとあったので探して買いましたってあるんですけども、はい、そうですね、ラグの場合は細いパスタでは合いません。すごくしっかりしたソースなので、パスタの方もしっかりと歯ごたえのあるなんていうんですかね、茹で時間がかかるそういうものの方が美味しいです。ラグは以上です。はい、キャベツのスパゲティボリューム4のキャベツのスパゲティに行きます。まず暖炉ですね。山の上のむき出しの暖炉のようなものがとても気になります。とても素敵です。機会があったら動画でよく見せていただきたいくらいです。一面の窓という景色素晴らしいですって書いてあります。暖炉はどう？そうですね、暖炉は本当に初めて作る人もこんなの初めてだって暖炉屋さんに言われて、これ絶対燃えないよって言われたんですよ。でも私は燃える自信があったので大丈夫っていう感じで作っていただいたんですけれども、4面開放だから全面開放の暖炉で確かに燃やしづらいですっていうか難しいですけれども燃えないことはない、言ってみればあれ見るとね、家の中で焚き火してるような状態ですけれども、だからよっぽど火事には注意しないといけませんよね。火の粉が飛んだりとか、だから薪があんまりパチパチいうような薪はあんまり使わない方がいいかな。油っ気が多い木が飛びます。松とかね、そういうの飛びますので極力それは使わず、燃えやすいけどね、やっぱり奈良ですかね、奈良の木がいいかなと思います。炭と同じですね。どうしてああいう暖炉を作ろうと思われたんですか？お料理したかったんですね。で暖炉で料理をするっていうその暖炉の料理っていうのは私が住んでいるイタリアの中部地方の特には私が住んでいる周辺はどこのお家も暖炉で料理をする、もうそれが伝統なんですね。で古いですからもう昔からそうやって暖かさを暖房もしつつ料理もすると、そういう伝統だと思います。でどこのレストランに行っても暖炉あります。でそこで料理してます。だからそういったものを食べたければイタリア中部地方にいらしてレストランに行ってみるといいかなと思います。ですね。はい。
でまた先生の山の家でのお肉の料理なども冬には、はいぜひ動画で、見ていただこうと。暖炉の火っていうのはよく暖炉でお料理するっていうとこう燃え盛るこの炎で料理をすると勘違いされるんですけど、実はそうではなくて、あれをたくさん燃やすと下に置き火というものがこうできるのね、炭のようなもので、それをかき集めてそこの上でお肉焼いたり野菜焼いたり料理したりするんですね。なので置き火を作るために薪を燃やし続けて1時間以上かかりますね。最低でも1時間かかります。だから料理をしようと思ったら1時間か2時間前に火をつける。つい痛くなっちゃう。先生好きですよね、火を起こすの。火を起こしたり火で料理するのが大好きですよね。面白いですよ、火起こしは本当に。そうなんですよね。はい。はい。ですね。シャンパンを飲まれている時のグラスメーカーをお聞きしてもよろしいでしょうか。シャンパン。はいはいはい。ロブマイヤーです。ロブマイヤー。はい。あとパスタのメーカーはどこでしょうかと。どこの使いました？ボイエンロ？ボイエンロかな。だと思います。はい、ボイエンロ。ネットなどでも買えると思います。そうですね。ウェブでサイトで購入できます。あとね、私いつも容量悪くてバタバタしていて、夜ほっと一息つく時何に焦ってるんだろうって時折せっかちな自分が嫌になります。有本先生みたいにエレガントで素敵な女性になりたいですという人がいるんですが、何焦ってるんだろうって思うって、でもそれは私なんか分かるなと思うんですけど、先生は？私もいつも焦ってます。焦ってますか？でも動作が呪いんでしょうね。だからゆっくり見えるんだと思います。いや、お料理もスピーディーでいらっしゃるけど、どうなんでしょうね。いや、焦るからだから準備をきちんとする。そうすると焦らなくて済むから。何事もですかね。お料理も使うものを全部用意してからお料理をするとか、そうすると焦らなくて済むじゃない。それしないと焦るの分かってるから。あと出かける前でも大抵もう10分前ぐらいには全部終わってっていう感じになってるので、バタバタしますよね、やっぱりちゃんと準備しとかないと。そういう自分が分かってるので、準備をだから準備をする、ちゃんとする。はい、わかりました。同じです、焦るのは。焦るのは同じ。ボリューム5のすり鉢は楽しいの質問です。塩茹でするのですね。縮めほうれん草はアクが強いからでしょうか？縮みほうれん草に限らず、野菜を茹でる時は大抵ちょっとお塩入れますね。でそれはアクということもあるかもわからないけど、お湯の温度が、その分上がるということもあると思います。で、アクを取るということに関しては、あれでアクが完全に取れるかということではなくて、その後ちゃんとお水に冷水に浸す。で普通のお野菜よりも冷たいお水に浸してる時間は長いです、ほうれん草の方がね。アクを取るということで言えば、その水に浸すこと、冷たいお水に方が大事だと思います。はい。あと盛り付けをね、この回では皆さんが注目していて盛り付けにどのぐらい丁寧に神経を使っておられるかも知ることができて、毎食盛り付けのたびにこのごまあえが頭に浮かびますで少し意識するだけでも違うものだなと実感しておりますっていう方とかがいらっしゃって。そうですね、盛り付けはやっぱりどうでもいいものではなくって、せっかく心を込めて作って美味しく食べてもらおうと思ったらば、盛り付けもちゃんとして、それで完成かなと思います。なのでやっぱりその盛り付け、どういうふうに盛り付けたいかとか、どんな器で頭の中で景色を思い浮かべながら盛り付けするといいかなと思いますけど。で時の器についてもかなり問い合わせというか質問が来てる、どういう器なんでしょうかという。
焼き締めの器ですよね。あれは唐津の中里隆さんの作品です。であれはちょっとこう深みがあって周りがちょっとひらっとしていてすごく焼き締めなんですけど武骨ではなくてちょっとエレガントな私は大好きな器なんですけれどすごく盛りやすい。いい器っていうのはやっぱり盛りやすいです。でそんなにあっちこっちいじくり回さなくてもふっと置いただけで様になるというかね、それがやっぱり器の良し悪し決めるのかなと思います。先生はどういうふうに器は買われるんですか？パッと見ていいなっていう。パッと見てです。はい、はい、これにあれを持ったら素敵ねとかそういう考えじゃなく。そういうのもあるけど器って一個のお料理にのっけるだけではないですよね。だからもうこれ盛りやすそうとかこれに何を盛ろうっていうよりは、もういろんなお料理がわーっと頭の中に浮かぶから何っていうことはないですよね。なるほど。はい。であの時にその盛り付ける時に器を回しながら全方位から。はいはい。まあ撮影の時なんか特にそうですけれども見る方にとって美しいように盛りたいなとバランスよく例えば人参とほうれん草グリーンと赤ですよね。だから片っぽから見たらほうれん草しか見えなくて片っぽから見たら人参だけっていうんじゃなくってそれがバランスよく見えるように盛りたいなと思ったので全方位から見ました。あと野菜を洗う、ごまをする、使った道具を洗うなど一つ一つの仕事が丁寧に心を込めていらっしゃるのを見てあれもこれもやらなきゃという余裕のない仕事をしている自分に気づきましたっていうまあ一つずつ一つやってることは他のことを考えないでそのことだけ考えればいいんじゃないかと思います。一つやりながら次のことって考えない。一つやってたらそれに集中して次に来たらそれに集中して一個ずつ集中すればいいんじゃないかな。先生はじゃあ一個ずつ集中してそれしかないですよね。先の先まで考えてたらこっちがおろそかになっちゃう。前になんか株を切ってる時は株と一体化するっておっしゃってたのでそうね。まあそれの連続だと思う。わかりました。株の次はもしかしたら玉ねぎかもしれないし。はい。質問は以上です。はい。とりあえず。ありがとうございます。こんな感じです。